霊夢。なんかちょっと変な噂が流れているんだが、知っているか？変な噂？どんなものかしら？なんか踊ると亡くなってしまう。とかいうダンスがあるそうなんだ。ああ、スーサイドダンスのことね。おお、知っているのか？もちろん知っているわよ。話題になったわよね。話題になっているのは、知らなかったぜ。実は、これは物語になっているから、一緒に物語を見ながら、解説というか、実況をしていくわね。ちょっとわからないがわかったぜ。じゃあ、早速こちらを見てね。ねえねえ、スーサイドダンスって知ってる？何それ？知らないけど。おお、早速本踊題。ると自殺しちゃうダンスだって、今話題の年で。バカみたい。ねえねえ、ちょっと試しに踊ってみるからさ、見ててよ。やば、フラグ自分で立ててるな。出てね。いいよ。踊ったら自殺するって何？だからスーサイドダンスってだな。ちょっとダンスが。コミ禁止よ。決め顔が。どう？自殺したい気分にでもなった？ねえ、あけみってば。何そんな顔して。ちょっと。ねえ、あけみ？やっぱり。どうしたの？ねえ、あけみってば。ねえ、あけみ！あけみいい。フラグ回収ね。で、この動画が何？リホ知らないの？世間ではこんなに話題になってるのに。スーサイドダンス。私も知らないです。スーサイドは英語で自殺だから、直訳して自殺するダンスってこと？おお、スーサイドはそういう意味か。踊ったら自殺をしてしまう呪われたダンス。本当に踊って自殺したって人が続出中なの。なるほど。つまり、さっきの映像はこの子たちが見ていた私たちもというう高ことだな。校生だよ。小学生の頃から何にも変わってないじゃん、もみじは。誰が小学生の脳みそよ。もみじさん、ちょっとだってこ棒読み。れどう考えても作り物じゃん？ダンスを踊って自殺したくなるってありえないでしょ。そうね、普通はありえないわよね。そんなんだからリホは強役に。おお、新たな登場人物。今日が何？なんでもない。青春よね。でも、これ絶対信じる人いると思うから、SNS とかで不用に拡散しちゃダメだからね。はいはい、ど真面目人間ね。私も騙されました。はい。じゃあ、ど真面目人間は勉強に戻りますので、おやすみ。おお、よかったぜ。何も起きず。おお、なんだこれは？実はこれはピークというシネマ小説なの。なるほどだぜ。でも続きが気になるぜ。じゃあ、続きを見ていきましょう。ちなみにこれは、先ほどのもみじとリホの会話の翌日に、京也くんからリホに届いたメッセージよ。電話できるか？とかなんか急だな。どうしたのこんな朝早くに。土曜の朝だよ。二人は付き合ってるのか？なんかおせっかいのおばさんみたいよ。今、SNS で話題になってる動画。あれ、リホの学校の先輩だよね。同じ学校だったのか。何のこと？まだ見てないか。そっか、リホあんまり SNS やんないもんな。流行りに疎いっていうか。そういうとこ小学生の頃から変わってないね。幼馴染なんだな。なんかそれ私が昨日もみじに言ったセリフな気イチャイチャしてるな。してるわね。ごめん。話忘れた。SNS 見てほしい。その動画って、まさかスーサイドダンス？ああ、やっぱり。さすがにリホでも知ってるか。昨日ちょうどもみじから聞いたの。まさか今夜までスーサイドダンスについて連絡してくるなんて。ダンス踊って自殺したくなるなんてそんなのありえるわけないじゃん。信じなくてもいい。だけど、リホ、絶対に踊んなよ。出ましたフラグ。わかりやすいわね。フラグで電話切るなんて。もう踊れって言っているようなものよね、京也くん。ここからは、私が読むわね。そう言い残すと、京也は電話を切った。はぁ、京也まで何？真面目で熱血だった京也が、噂に流されるなんて想像つかなかった。それでも京也の声色が冗談を言っているようには聞こえなかったので、リホはベッドに寝転がったまま、自然と SNS を開いた。SNS はあまり使うことはなかった。リホは真面目なんだな。自分だけの正義が一人歩きするタイムラインを見るのが苦手だったからだ。正義とかちょっと考えすぎな気もするが。まあ、若いっていいわよね。久しぶりに開いた SNS のタイムライン。今日も相変わらず自分の主張や、誇張された日常が流れていた。
トレンドを見ればいいのかな？トレンド、と書かれたタブを押してみる。すると、そのページの一番上に、ハッシュタグ、女子高生オンライン集団自殺、と書かれていた。なんだこれ。怖すぎるぜ。女子高生、集団自殺？自殺？これがスーサイドダンスの ?2 番目のトレンドにハッシュタグスーサイドダンス、と書かれている。リホは恐る恐るハッシュタグ女子高生オンライン集団自殺をタップしてみる。やば。この動画怖すぎるんだけど。これ本物ですか？ちょっと怖いんだぜ。オンラインで集団自殺とか現代すぎ。笑えません。トレンド欄には動画があった。おそらくこの動画はその集団自殺の様子を映したものだろう。リホはごくりと音を立て、唾を飲み込んだ。そして、そっと再生ボタンを押す。いや、なんで押すんだ。私なら絶対にスルーだぜ。まあ、そうしたら話が終わってしまうからね。それじゃあ、続きを見ていきましょう。なんでみんなで踊っているんだ？みんなでやれば怖くない、ってやつね。やっぱりダンスがちょっと。ダンスへのツッコミは受け付けないわ。決まった。やっぱり。今日や、見たよ。SNS の動画。ごめん、あんな怖い動画見させて。でも、知らせておきたかったんだ。リホが巻き込まれないように。いや、あれは見ちゃダメなやつでしょ。ありがとう。やっぱりあれ。リホの先輩だよな。先輩とか近すぎるんだぜ。私の入っている吹奏楽部の先輩。熊崎先輩だった。熊崎先輩。あだ名は絶対熊ちゃんだな。同じ部活？3年生だからもう引退してるけど。自殺するような人じゃなかった。明るくて、後輩思いの先輩だっただけに信じられない。本当に自殺したの？まだ詳細はわからない。動画だけが出回っている状態。あの動画は絶対出回っちゃダメなやつなんだぜ。いたずらで投稿しただけならいいんだけど。いたずらなんて。熊崎先輩はそんな悪質ないたずらをするような人間ではなかった。熊ちゃん、いいやつだったんだな。それだけにリホの胸は不安でいっぱいになる。妙な胸騒ぎがずっと消えないでいた。まあ、いたずらではないとしても、あんなダンスを面白がって、踊るくらいだから、そんなに真面目とも思えないが。その日の夜、2年 A 組グループチャット。おい、聞いたか？やっぱりあの動画、うちの高校らしい。新たな登場人物、小一。3年生の先輩たちでしょ？うへぇ？卒業前になんてことを、全員病院に搬送されたらしいじゃん。まさか集団自殺が自分の学校であるなんて、もう学校行くのやだな。あれ、学校で自殺したわけじゃないよ。そうなの？それぞれ9人は自宅にいたらしい。まあ、ビデオ見ても同じ部屋にはいないよな。ビデオ通話でスーサイドダンス踊って、それで自宅でそのまま自殺したんだって。リホはグループチャットでクラスメイトが会話するのを見ていた。どうやら噂は本当だったようだ。どうして、熊崎先輩が、本当にいい人だったんだろうな。彼女の笑顔を思い出すと胸が締め付けられた。その時だった。おいおいどうした？なんか嫌な予感がするぜ。もみじ。リホまさか。ちょっと、どうしたの？私、サイドダンス、踊っちゃったよ。やっぱり、なんでだぜ踊っちゃったよ、じゃないんだぜ。スーサイドダンス。どうして？私ね、死にたかったの。ここでまさかのもみじのブラック発言。でも、ずっと死ぬのが怖かった。薬で死ぬ方法もよくわからないし、飛び降りるのも、首を吊るのも怖かった。だから、楽に死ねる方法ないかなって、自殺の方法を調べてたら、スーサイドダンスを知ったの。もみじ、目が怖い。
なんでなの？なんで死にたいの？死んだらそこで試合終了なんだぜ。ね、諦めたらね。リホに隠してたことがあったの。隠していたこと。何？私ね、一度だけ変更したことあるの。おお、まさかの展開。てっきり、もみじも京也くんが好き、とかかと思ったぜ援助交。際だよ。どうしてそんなこと？ただ、あれが欲しかっただけ。友達に誘われたからやったの。バカだよね、私。それで、その日のことがずっと頭から離れないんだもん。胸が苦しくて仕方がないんだもん。待って、自殺なんて絶対にやめて。お願いだから。今すぐ、もみじに行くから。ね、昨日動画送ったでしょ。あれ、リホに否定してほしかったから送ったの。そんなのわからないんだぜ。どうせ誰かの作り物だって、きっと、リホなら否定してくれるって。そしたら、スーサイドダンスを踊るのも気が楽になるでしょ。そのせいで、踊ったの？別に、リホのせいじゃないよ。どっちみち私は踊るつもりだったから。麻酔みたいなもの、死ぬ恐怖を和らげる。バカ言わないで。私がもみじの自殺の麻酔？そんな都合のいいこと言われて、自殺されたら、こっちだってこのことが一生傷に残るよ。ごもっともです、リホさん。このど真面目人間。ど真面目人間って、友達に死なれたら、誰でもトラウマになると思うが。私、生きてるでしょ？生きてます。生きてるわね。そう言われるだろうなって思ったら、踊ってる途中でおかしくなって、死ぬのも怖くなって、嫌になって、踊るのやめたんだ。おお、踊るの途中でやめたのか。よかったな。もう、驚かさないでよ。どうしたノリノリで踊っているが。それってスーサイドダンス。ねえ、冗談をやめてよ。もうこれ以上私のことバカにしないで。ああ、まさか。もみじおお、一体どうなったんだ？もみじはどこへ？ダンスを踊ってしまったから。それじゃあ、続きよ。3日後。リホ。無理はしなくていいけど、元気出してくれよ。京也、ありがとう。もみじはどうなったんだ？警察からの事情聴取と、もみじのお葬式が終わって、ああ、もみじ、行ってしまったのか。やっと心が現実に戻ってきた。よかった。警察は信じてくれなかった。やっぱりもみじは自殺したって思われているのか？もみじは死ぬのが怖くなって自殺をやめたってはっきりと言ったの。それなのに突然スーサイドダンスを踊り出して、俺はリホを信じる。京也、かっこいいな。でもリホの話だと、もみじが死んだのはスーサイドダンスを途中まで踊ったから？そういうことになるよな。スーサイドダンスは少しでも踊っちゃダメだってこと。私も最初は信じられなかったけど、本当にスーサイドダンスは呪いのダンスだったの。踊ったら死ぬ、悪魔のダンス。怖すぎるぜ。でもどうしてそんな呪いのダンスが存在するんだ？あまりにも非科学的すぎないか？その通りだぜ。そう思って私も色々調べたの。ロシアには青いクジラってゲームがあって。青いクジラとか、なんか気になるな。青いクジラ？社会問題になったゲームでね、毎日グループチャットで指令が与えられるの。指令？飛び降りに適した高いビルを見つける。
毎日、ホラー映画を見る。深夜4時20分に起きる。こういう指令が送られてくるの。頭おかしくなりそうだぜ。それを実行してると、参加者は気づけば自殺してしまうってことか。そうよ。それって一種の洗脳じゃん。だから私もスーサイドダンスは洗脳の類だと思ったの。だけど、洗脳をするにしても時間が短すぎる。だって踊る時間はたったの15秒。もみじは踊りながら必死に抵抗していた。抵抗？だってもみじは自分の目を自分で潰したんだろ？おお、ここでまさかのヤバい真実公開。誰に抵抗してたんだよ？もうあの通話記録残ってないけど。私思い出したの。なんか嫌な予感が。映像に女が映ってた。ひえー、そんな奴いたか？もみじ以外の女？見て、この動画。見たくないぜ。これってネットで話題になってた動画。映像は流れないんだな。もみじが送ってきたの。この動画にもその女が映ってる。2年 A 組グループチャット。ねえみんな。リホがクラスメイトにグループチャットで話しているんだな。協力してほしいの。どうしたのこんな時間に？ B 組のもみじちゃんのことだよね？そう。手がかりを探してるの。もみじが死んだ理由を探すための。この動画、もみじが送ってきたの。この動画には女が映ってる。そして、私ともみじのビデオ通話の時も映ってた。女って、まさか幽霊のせいだっていうわけじゃないよな。その可能性もあると思ってる。真面目なリホがオカルト話？私も信じたくないわよ。でも、それ以上にもみじが自殺した事実を否定したいの。それは私にしかできない。はぁ、リホはため息をついた。かわいそうなんだぜ。クラスメイトは誰も取り合ってくれなかった。もみじの送ってきた動画を軽くあしらった時の自分のように、クラスメイトに協力を仰ぐのを諦めかけていたその時だった。誰だ？同じクラスの風花さん。そうです。新たな登場人物。グループチャットを覗いていました。連絡してくれてありがとう。何か動画について知ってる？私霊感があるから。なんかクラスに一人は、こういうこと言う子いるよな。ってことは、はい。動画は強烈な怨念を発しています。動画に怨念が怨念。そういうの本当にやめてよね。すみません、だぜ。怨念？それって幽霊の？残念ながらそれは違う。幽霊じゃないのか？あなた、そういうの詳しい？正直こうなるまで。信じてなかったから。そう。じゃあ、順を追って説明するわね。この前、SNS でトレンドになってた動画、女子高生オンライン集団自殺。だよね？それを見た時に感じたものと同じ質の念を感じた。じゃあやっぱりスーサイドダンスは呪いのダンスなんだ？そう、ただ呪いとは少し違うわね。じゃあ一体何？だから順を追って説明してるの。なんか、ちょっとこの風花は怪しいな。焦らないで。ごめんなさい。集団自殺動画に一つだけ違和感を覚えたの。それでこのダンスの正体がわかった。正体わかったってすごすぎないか？違和感？どうやら気づかなかったみたいね。もう一度動画を見てみるといいわ。じゃ見てみようぜ。やっぱりだぜ。みんなおかしくなっているぜ。ちょっとよく見てちょうだい。あれ？一人だけ生き残っている？一人だけ死んでない？そう。
スーサイドダンスを踊ってるのに死んでないの。どうして？だって、もみじは途中までしか踊ってないのに死んだのよ。実際に新聞の記事を確認すると死亡したのは8名になってた。つまり、確実に1人助かってるの。その理由は、この助かった人が、ダンスを正しく踊れたから。正しく？どういうことだ？私、最初に否定したでしょ？あなたがこれは幽霊の仕業かって聞いて。それは違うって。幽霊じゃないなら何？幽霊じゃないもの？そんなものよりもっと厄介なもの。もう意味がわからないよ。神よ。おお、ここでまさかの神展開。神展開の意味が違うわよ。神ってあの神様？少しあなたが想像してる神とは違うけど。神にはいろんな種類の神がいるの。確かにトイレにも神様がいるくらいだからな。もちろん人を幸せにする者もいるけど、その昔、強力な霊能力を持った陰陽師が封印したような悪い神もいる。それが今回のスーサイドダンスの元凶？そうね。私たちの学区にも1000年近く前に封じ込められた土地神がいるの。1000年。その土地神の封印の儀式。それは村人が全員で踊ったとされる。まさに正しく踊って助かった彼女が踊っていたダンス。あれがその舞踊と同じだったの。待って。その儀式の舞踊を間違えて踊ると死ぬってこと？少し違うわ。スーサイドダンスはその舞踊を逆再生で踊っているの。おお、ついに確信に。つまり、封印を解いてる？リホ頭いいな。お見事。上からか。あなたは他のクラスメイトと違って賢いみたいね。ちょっと上から目線が気になるぜ。バカにしないで。封じられた土地神が封印を解くために。本来の封印の踊りとは真逆の踊りを流布している。それをネットで見て、真に受けた人間がそれを踊ると土地神の封印が解けていく。だから、正しく踊れた人間は助かって、踊れない人間は用なし？すごい想像力よ。ここからは妄想の話になるけど、私も同意見。神に不要とされた人間は自らの命を絶つわけ。だから、この事件に関わらない方が一番いいの。なんせ相手は神だから。神、ちょっと自由すぎだぜ。ねえ。スーサイドダンスは封印の舞踊を逆に踊ってる。合ってるよね？合ってます。合ってます。合ってるけど。じゃあ、そのスーサイドダンスを逆に踊れば封印の舞踊になるってことじゃない？そりゃそうよ。そうなのか？そうなのよ。逆の逆はオリジナルだからね。そんなもんなのか？じゃあ、もしスーサイドダンスとは逆のダンスを広めたら、もみじと同じ被害者はもう出ないんじゃない？そうかもしれないけど。さっきも言った通り、想像の範囲外。それに相手は神よ。下手に手を出さない方がいいわ。あなただって生きていられる保証はない。そうね。でもこれで私が死ねば、このメッセージの記録も残るでしょ？踊って自殺するダンスなんてありえない。そう思ってる大人もきっとスーサイドダンスを信じる。もみじが自殺じゃなかったってことも認められる。だから、私はもみじを殺したその神ってやつに一矢報いたい。さっき賢いって言ったのを撤回していい？なんか格闘漫画みたいになってきたぜ。でも、好きだよ。急にラブコメ？そういうバカは、なんかちょっと聞いてて恥ずかしくなるな。リホは風花とのビデオ通話をオンにしたまま、カメラの前に立った。そして、行くわよ。風花はあの音楽を流す。逆再生で、何をするんだ？始まりがちょっと怖すぎるぜ。これ逆に踊っているのか？てかずっと思ってたんだが、これ踊り覚えてるのすごいよな。もしかして、逆でもダメなのか？
プ、行ったみたいね。やった。やったよ。おう、大丈夫なのか？やっぱりスーサイドダンスは、バレエ神を封印するための舞踊を逆に踊ったダンスだったんだ。あなたの勇気、すごいわ。本当に救いようのないバカだと思ったけど。風花、ちょっと上から目線がすごいんだぜ。うるさいな。ちょっとこの間が怖いんだぜ。何か起こりそうよね。まさか。もみじ。この動画を広めて、絶対にあなたの仇を取るから。どういうことだ？つまり悪い神を封印する踊りの動画を広めてみんなで封印する。ってことじゃない？なんか嫌な予感がする展開だな。リホは撮っておいた動画を SNS に投稿する。するとスーサイドダンスの解決策としてみるみる拡散されていく。解決策って言うけど、そもそも踊らなければ何の問題もないから、解決策いらなくないか？その数は1時間も経たないうちに1万リツイート近くになった。嫌いだった SNS が少し好きになった瞬間だった。正しく使えば、きっと多くの人を守れる道具なんだ。使い方を間違えなければ、なんか意味深だな。リホは自分の投稿の反応を見ていく。は？これやばいだろ？なんで今更スーサイドダンスを踊るように進めてんだ、このリホってやつ。私はスーサイドダンスを逆に踊ってってお願いしてるのに。その時だった。今日や。なんか、嫌な予感が。おい、SNS のあの投稿。見てくれた？あれをみんなで踊れば、きっとスーサイドダンスはなくなるから。リーホ！今すぐ自分の手足を縛れ！おう。さらに嫌な予感が。何言ってるの？自分の投稿した動画見てないの？動画がどんどんおかしくなってんだよ！おう、これは撮影した動画だよな。変なところはないと思うんだが。動画が、逆再生になっているぜ。封印が解かれちゃうぜこの最後が怖いんだぜ。リホ、今すぐお前の家に行く。絶対に部屋から出るなよ。絶対に自殺するなよ。大丈夫か、リホ。これは、完全にダメなやつじゃないか。怖すぎるんだぜ。今日や、早く来て。時計が。リホー。わわわわわわ、透明な人登場。リホの魂か？以上よ。最後終わり方が、続きが気になるぜ。そうね、リホがどうなったか、気になるわね。ぜひ、続編を出してほしいわね。でも、結構面白かったぜ。遊び半分でこういうことしちゃダメだな。そうね、気をつけないとね。あと、神、なんでもありだな。神、逆らっちゃダメ、絶対。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。